皆さん、こんにちは。集計です。今日は、抗酸化サプリメントと眼点につけるという少しドキッとするテーマについて、できるだけわかりやすくお話しします。まず、抗酸化物質が本来どのような役割を持っているのかを確認し、その上で最新研究が試したリガオラーの側面、免疫システムとの関係、そして私たちが日常生活でどう向き合うべきかという順番で進めていきます。専門的な用語も出てきますが、一つ一つ噛み砕きながら丁寧に解説しますので、最後まで安心してお付き合いください。まず、抗酸化物質とは何かを整理しましょう。抗酸化物質とは、ビタミン C やビタミン E、ポリフェノールなどのように、体の中で錆を削ぐ動きを持つ成分の総称です。私たちはこれらを主に仕事やサプリメントから取り入れています。私たちの体は酸素を使ってエネルギーを作る過程で、どうしても覚醒酸素なると呼ばれる副産物を生み出します。覚醒酸素は細胞にダメージを与える一方で、細菌やウイルスを攻撃する武器としても利用されています。つまり、覚醒酸素はエジェノアルというよりも、使い方次第で味方にも血にもなり得る存在なのです。活性酸素による酸化ダメージが長期間続くと、血管の内側が傷つき、動脈硬化や心鎮交際、脳交際といった生活習慣病のリスクが高まると考えられています。地区で言えば、シミやシワといった見た目の老化モアルにも関係しているとされます。ですから、酸化を適度に抑えることは、健康寿命を呼ばす上でとても大切です。ここで活躍するのが抗酸化物質です。稚拙な量であれば、覚醒酸素のやりすぎを抑え、細胞や血管を守る助けになります。一方で、抗酸化物質はあくまで補助的な一句であり、睡眠不足や遅延、過度なストレスといった生活習慣そのものを証拠しにしてくれる魔法の成分ではないという点も押さえておく必要があります。本来、抗酸化物質は私たちの体を守ってくれるなくてはならない心強い味方なんです。では、最新の研究がどのようなこのボアルを示しているのか見ていきましょう。がん細胞が別の臓器へ移動する、いわゆる転移オゴアルの過程では、実はがん細胞自身も強い酸化ストレスにさらされ、多くが途中で自滅します。ところが、ここに大量の抗酸化サプリメントが加わると、がん細胞がその酸化ストレスから守られ、生き延びやすくなるという可能性が報告されました。ここで重要なのは、抗酸化サプリ必ずがんを悪化させるという単純な話ではないということです。研究が行われた条件や対象、投与量は限られており、まだ議論の途中にあります。ただし、少なくとも体に良いものだから、たくさんそればさるほど安心のという考え方が危険であるというメッセージははっきりしてきました。ところが、ここで大量の抗酸化サプリメントを摂取していると、一体どうなるのでしょうか。衝撃の仕事は、抗酸化物質ががん細胞を酸化ストレスから守り、生き延びさせるためのカイロアルになってしまうということです。本来なら死ぬはずだったがん細胞が、私たちが去ったサプリの助けを借りて生き延び、転移を成功させてしまうのです。良かれと思った健康習慣が皮肉にもがんの闘争を手助けしていた可能性があるのです。次に、免疫システムとの関係です。私たちの免疫細胞は、あえて覚醒酸素を強力な武器として使い、がん細胞や病原体を攻撃しています。ここに過剰な抗酸化サプリが入り込むと、その武器まで弱めてしまう可能性があります。つまり、酸化もアコアルと単純に考えて一律に抑え込んでしまうと、体の防御機能まで一緒に弱めてしまうリスクがあるのです。実際の臨床現場では、がん治療中の患者さんに対して自己判断でのサプリメントの大量摂取は控えるよう指導することが一般的になりつつあります。特に抗がん支部や放射線治療は、酸化ストレスマンを利用してがん細胞を攻撃する治療ですので、その邪魔をしないように配慮する必要があります。ここでも、良かれと思って
が逆効果になり得る点に注意が必要です。何日も過ぎたるは及ばざるが這うし、酸化は老化の原因ですが、同時に体を守るための大切な生体反応でもあるんですね。では、私たちはどうすればいいのでしょうか？焦がる必要はありません。ポイントは3つです。1つ目、仕事から不なる分には安全です。野菜や果物から自然になるビタミンは、他の栄養素とのバランスが取れているため、がんを助けるような過剰反応は起きにくいです。2つ目、サプリのメガドズ大量摂取に注意してください。特定の成分だけを濃縮したサプリを毎日過剰にするのは慎重になりましょう。もう少し具体的な工夫としては、色の濃い野菜や果物を美食少しずつ取り入れること、夜更かしを減らして睡眠時間をしっかり確保すること、そして過度な飲酒や遅延を控えることなどが挙げられます。こうした基本的な生活習慣が整っていれば、サプリメントに過度に頼らなくても、体は本来のバランスを保ちやすくなります。今回は、抗酸化サプリメントとがん戦薬に関する最新の知見をできるだけ噛み砕いてお伝えしました。大切なのは、昔から良いと言われてきたからではなく、常に新しいエビデンスに目を向けながら、自分と家族にとって最適な選択をしていくことです。情報が氾濫する時代だからこそ、極端な解釈に走らず、バランス感覚を持って健康と向き合っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。